今日は神奈川県藤沢市の片瀬江ノ島駅にやってきたのだ。小田急江ノ島線の終点で新宿からも1時間ちょっとで来れるのだ。言わずと知れた江ノ島観光の玄関口ですね。それにしても何度見てもすごい駅舎なのだ。竜宮城がモチーフの駅舎です。2020年に建て替えられて今の本格的な竜宮造りになりました。到着したのは午後6時30分。日没ちょっと前って時間なのだ。江ノ島といえば昼間は大混雑の人気観光地です。正直人が多すぎてゆっくり歩くのは大変なんですよね。それなら夜はどうなんだろうって気になったのだ。夜の江ノ島ってあんまりイメージが湧かないのだ。お店が閉まってるのかどんな雰囲気なのか、今日はそれを確かめに来ました。それでは散策スタートなのだ。駅から海の方へ歩いて江ノ島弁天橋までやってきたのだ。本土と江ノ島を結ぶ歩行者専用の橋です。長さは約390メートル。隣に並んでいるのは自動車用の江ノ島大橋ですね。実は2本の橋が平行にかかってるんです。橋を渡る人の流れがほとんど島から帰ってくる方向なのだ。島に向かって歩いてるのは数えるほどしかいないのだ。時間的にちょうど観光を終えて帰るところだもんね。それにしても向こうから戻ってくる人がずっと途切れないのだ。昼間の江ノ島にどれだけ人がいたのか想像できちゃうのだ。この人たちと入れ替わりで島に入るわけです。夜に遊びに行く場所じゃないってのがすでに想像できますね。近くの海岸にはまだ人がそれなりにいたのだ。日没の時間が近いから夕暮れの海を見に来てる人も多いのかもね。それに数日前江ノ島で夜光虫によって輝く海が見れるって話題にもなってたのだ。きっとそれを期待してると思うのだ。残念ながら行きも帰りもそういったのは見れませんでした。海の上を歩きながら空がだんだん暗くなっていくのだ。こういうのもなかなか贅沢な時間に感じるのだ。長い橋を渡ってようやく江ノ島に上陸なのだ。正面のお店はまだ明かりがついてますね。奥にはベンチで休んでる人もいます。この辺はまだ賑やかな雰囲気が残ってるんだね。空はまだ少し明るいけどお店の明かりが目立ってきたのだ。ちょうど昼と夜の境目みたいな時間なのだ。この時間ならではの空の色だね。温泉施設の方にも人はまだいるのだ。温泉の受付が夜8時までなのであと1時間ちょっとです。温泉施設としては早めなのだ。こういうところからも江ノ島の夜の人の少なさを感じ取れますね。聖堂の鳥居をくぐると弁財天仲見世通りなのだ。江ノ島神社へ続く参道の商店街です。昼間はお土産屋さんや食べ歩きのお店でぎっしりの島で一番にぎわうエリアですね。昼間のこの通りってもう人で歩くのもやっとなぐらい混んでるのだ。江ノ島でも特に混雑する場所だもんね。それがこの時間になるとどうなってるのか一番見てみたかった場所なのだ。時刻は6時45分。すでにお店はほとんど閉まってますね。予想以上に夜が早い場所なのだ。閉店前のお土産屋さんを覗くつもりだったのだ。それに食べ歩きもしたかったんだけど、あ、まだやってるお店があります。しらす問屋とびっちょしらすパンがこのお店の名物みたいなのだ。もちろんしらすパンを買いました。3個入りで350円です。丸くてコロンとした可愛らしい揚げパンだね。中身はしらすとチーズが入ってるらしいのだ。早速一口。思いっきり中身が出てきたのだ。これは一口でパクッといった方がいいやつなのだ。食べた印象としてはクリームコロッケを小さな丸揚げドーナツにした感じかな。しらすパンっていう名前だけどしらすっぽさはピンとこないのだ。でももちもちで美味しいから文句なしなのだ。美味しいから全部よし。それにしても人が少ないのだ。昼間のにぎわいが嘘みたいなのだ。帰ってくる人ばかりだもんね。私たちみたいに奥に行く人もいないわけではないけど。江ノ島のシンボルともいえるタワーシーキャンドルが夜のライトアップをしてるから夜のにぎわいもあるのかなって思ってたのだ。そのシーキャンドルも最終入場は7時半なのであと30分ほどです。でもこの静かな感じ嫌いじゃないのだ。
むしろ通りをのんびり眺められて江ノ島の街並みをしっかりと観光できるのだ。昼間は人で隠れて見えにくい部分だもんね。この時間ならではの観光のメリットと言えるね。昼間を知ってる人ほどこのギャップに驚くと思います。江ノ島神社の鳥居に到着なのだ。鳥居の横にはエスカー乗り場があります。江ノ島の頂上方面まで登れる有料のエスカレーターです。営業は午後7時5分までなのでギリギリまだやってました。でも今回はエスカーは乗らず、この時間の江ノ島を歩きながら登っていくのだ。夜の参道を一段ずつ登っていきましょう。階段の先に見える白い鳥居のようなものが随神門なのだ。ライトに照らされて昼間とは違った厳かな雰囲気を感じるね。ここをくぐって江ノ島神社を参拝、そして江ノ島の奥へと向かうのだ。江ノ島神社は日本三大弁財天の一つに数えられる神社です。辺津宮、中津宮、奥津宮の3つのお宮からなっています。階段の途中に手水屋があるのだ。もうすっかり日が落ちてるけど人は意外といるのだ。こんな時間だと参拝してる人はもういないかと思ってたよね。そしてさらに階段を上ると見えてくるのが先ほど言った3つのお宮の一つ、辺津宮です。お参りしてる人も写真を撮ってる人もまだいるのだ。観光を楽しんでる人が目につくからか暗いんだけど不思議と昼間みたいな空気感が残ってますね。人がいなくて寂しい感じじゃなくて、ちゃんと観光地の夜って雰囲気なのだ。辺津宮の隣にあるこちらが宝安殿です。赤い旗がずらっと並んでてすごく目を引くのだ。江ノ島は日本三大弁財天の一つって話をしましたが、その弁財天様が祀られているのがこの宝安殿です。ここが弁財天様のお堂なのだ。江ノ島の信仰のまさに中心ってわけなのだ。法被弁財天と妙音弁財天、この2体の弁財天様が安置されているそうです。ただ扉はもう閉まってたのだ。午後4時半には閉まっちゃうみたいだね。こちらは中津宮広場。猫ちゃんを発見しました。この辺りはまだまだ人が多いのだ。続々と帰ってくる人が中心だけど、ウッドデッキで夜景を楽しんでる人も多かったですね。朱色のお社が見えてきたのだ。あちらが中津宮です。さっきの辺津宮、奥の奥津宮と並ぶ3つのお宮の一つですね。ライトに照らされて社殿の朱色がくっきり浮かび上がってるのだ。昼間に見るよりかえって色の鮮やかさが際立つ気がします。さすがに参拝してる人は見かけなくなったけど、戻ってくる人が多いし街灯も明るいので閑散とした雰囲気はないのだ。意外と快適な観光を楽しめてます。そしてすれ違ってる人たち、実は外国人ばかりなのだ。欧米の方もいますが、中国、韓国と思われる方がかなり多いです。子供を連れた外国人ファミリーを見かけることも多くて、夜の江ノ島意外な顔ぶれになってたのだ。僕の予想だと日本人は半分いないかもと思ったのだ。すごくざっくりした印象ってことね。おしゃれなカフェがあるのだ。江ノ島カフェアクアです。この日の営業は夜7時まで。ちょうど閉店したばかりみたいですね。やってるなら休憩したかったけど残念なのだ。夜の島が少しずつ一日を畳んでいってる感じだね。あ、シーキャンドルなのだ。ライトアップされた展望灯台が見えるのだ。江ノ島のシンボルだね。青く光っていて昼間に見るよりも綺麗です。入り口に夜間の入園券の案内が出てるのだ。夜間入園は大人500円。ライトアップされた園内やシーキャンドルの展望台に登ることもできます。7時半まで入場できて8時に閉園ってことみたいです。現在の時刻は7時10分なのでまだセーフですね。ちょっと迷ったんだけど今回はスルーなのだ。このまま歩いて江ノ島の奥を目指します。この辺りまで来ると人がぐっと減ったのだ。でもゼロじゃないんだよね。ぽつりぽつりと歩いてる人とすれ違います。それに空がまだ少しだけ夕焼けの色を残してました。山の向こうにオレンジ色がにじんでるのだ。対岸の街の明かりも見えてすごく綺麗なのだ。昼でも夜でもない
この時間だけの色だね。両脇には旅館や食事どころ。でも全部閉まってるね。昼間ならお客さんでにぎわってるはずのお店も今は真っ暗なのだ。この辺りのお店は観光客が帰る時間に合わせて閉まっちゃうんだね。夜まで開いてるお店はほとんどありません。それに自動販売機も意外と少ないってのに気づいたのだ。そう考えるとこの時間休憩できる場所は限られてますね。鳥居が見えてきたのだ。3つのお宮の一番奥、奥津宮です。江ノ島で一番高い場所にあるお宮なんですよ。入り口の石の鳥居、がっしりしてて立派なのだ。この鳥居は源頼朝が奉納したものと伝わっているそうです。さらっとすごいものがあるのだ。それに辺津宮、中津宮、そしてここ奥津宮、ようやく3つ目までたどり着いたのだ。祀られているのは三姉妹の女神の一番上のお姉さん、安らかに海を守る神様と言われています。奥津宮の隣にあるのが和田津宮なのだ。岩の上に竜がいるのだ。祀られているのは和田津の狼。江ノ島は竜にまつわる伝説が残る島なんです。そういえば片瀬江ノ島駅も竜宮城がモチーフだったのだ。しかもこの和田津宮、ちょうど真下が江ノ島岩屋なんです。これから向かう岩屋は江ノ島の信仰が始まった場所と言われていて、その真上を守ってるのがこの竜ってわけなのだ。夜だと不思議な迫力がある場所だね。よし、それじゃあその信仰の始まりの場所へ。江ノ島の最奥、岩山でもう少しなのだ。稚児ヶ淵が見えてきました。江ノ島の一番奥、ゴツゴツした岩場が海に向かって広がってる場所です。時刻は7時半。空はもうすっかり深い藍色なのだ。水平線の向こうに対岸の町の明かりがちらちら光ってるね。岩場には釣りをしてる人もいたのだ。あとは僕たちみたいに海を見に来た人がポツポツ。この辺りは人が多かったですね。岩場の方に降りてる人たちも結構いて賑やかさがありました。そしてこちらが岩屋橋。昼間なら朱色の橋が入る場所でもあるのだ。この橋を渡りきったところが江ノ島の最奥となる岩屋、洞窟があります。この辺りは街灯がないのでかなり暗いのだ。星明かりだけですね。動画編集ソフトでかなり明るくしてるんですが、カメラ越しだと真っ暗です。肉眼だと橋は見えてるし渡るのに問題はないのだ。真っ暗な中に朱色の橋、頭の上には星々、そしてぐるりと海に囲まれて、ここなんだか幻想的ですっごく良かったのだ。今日一番の景色だったのだ。カメラは真っ暗で伝わらないのが残念だけど、この場所に来れただけでも今日来てよかったと思いました。ちなみに岩屋は午後6時までなのでもう閉じられてたのだ。洞窟に入りたい場合は明るいうちに来ないとですね。そしてこの岩屋こそ江ノ島の信仰が始まった場所と言われています。さっきの弁財天様も和田津宮の竜も元をたどればこの洞窟なのだ。弘法大師や日蓮上人もここで修行したと伝わっています。江ノ島という島の一番大元にある場所なんです。江ノ島観光するならぜひ訪れてほしいスポットなのだ。岩屋を後にして来た道を戻っていくのだ。人はぐっと減りましたね。夜の島がいよいよ眠りにつく感じです。実はさっきの場所で岩場まで降りたりして満喫してたのだ。動画はほとんど真っ暗だったのだ。それでも時刻は8時前です。虫の音も聞こえてきて風情があります。正面に見えるシーキャンドルがとっても綺麗なのだ。あれが見えてるかどうかで夜の散策の雰囲気がかなり変わってきそうです。仲見世通りの近くまで戻ってきたのだ。エスカーの明かりがついてるのだ。当然もう動いてませんが、ここの電気は消えないんだね。お土産や食べ歩きで人がごった返す仲見世通り、ほとんどのお店が閉まってるのだ。こうして見ると行きの時はまだ人が多かったんだなって感じます。僕らと同じように帰る人はいるけど向かってくる人はごくわずかなのだ。そんな中、明るいお店を発見。行きにしらすパンを買ったお店です。まだ開いてるんだね。すごいのだ。この時間でも食べ歩きできるなんてこのお店だけなのだ。
さて、聖堂の鳥居をくぐると江ノ島の出口です。弁天橋まで戻ってきたのだ。現在の時刻は8時10分。行きに渡った時はまだ空に夕暮れの色が残ってました。でも今はもう完全に夜ですね。夜の江ノ島、結構楽しかったのだ。人が少ないながらも賑やかさが残っていて、観光もしやすかったのだ。たっぷり楽しめました。あとはご飯を食べて帰ろうと思います。そうなのだ。まだ晩ご飯を食べてないのだ。お腹がペコペコなのだ。ここからは江ノ電の江ノ島駅へ向かいます。道中のすばな通りは日中なら観光客で溢れてる通りだから、何かしら食べられると思うのだ。弁天橋を渡りきって本土側に戻ってきたのだ。海をぼーっと眺めてたりゆっくり渡ったりで、現在の時刻は8時半です。ようやくすばな通りに着いたのだ。江戸時代から江ノ島神社へお参りする人たちの参道として栄えてきた商店街です。今は食事どころや食べ歩きのお店が多くなってますね。じゃあ晩ご飯の店も見つかりそうなのだ。お腹ペコペコだからちょうどいいのだ。そのはずだったんですが、どのお店も閉まってるのだ。もうどこも店じまいしてるんですね。観光客が相手のお店が多いから、人が帰る時間に合わせて閉まっちゃうんでしょうね。実は事前に調べておいたお店があったのだ。夜まで営業してて評判もいいラーメン屋さんなのだ。ここなら空いてるはずと思って来てみたら、閉まってたのだ。 Google マップだと9時までやってるみたいなんだけど、日によって早く閉まることもあるのかもしれないのだ。こればっかりは来てみないとわからないのだ。江ノ電の江ノ島駅まで来ました。駅前のタリーズも閉まってるのだ。コーヒーで一息もできなさそうです。こうなったら最後の頼みの綱なのだ。片瀬江ノ島駅の近くにあったハンバーガー屋さんクワアイナーを目指すのだ。さっき通ってきた方向に U ターンだね。でもこうして歩いてると観光客であふれるこの通りがただの住宅街の道路にしか見えないから不思議な気分になるのだ。ここまでお店がどこもかしこも閉まってるとは思わなかったもんね。片瀬江ノ島駅が見えてきたのだ。クワアイナは閉まってるのだ。ここも9時までやってるはずですが、もうラストオーダーは終わっちゃったって感じかな。完全に食べ損ねたのだ。夜の江ノ島、まさかの飯難民なのだ。こんなにお店がないとは思わなかったのだ。仕方ないのでご飯は藤沢駅まで戻って食べることにしましょう。片瀬江ノ島駅まで戻ってくると、駅舎が夜のライトアップで彩られていました。行きに見た夕方の姿とはまた違った表情ですね。紫の色がどぎついけど、これはこれで綺麗なのだ。今日は昼間とは違った江ノ島を予想以上に楽しめました。最後はご飯も食べ損ねたけど、それでも来てよかったのだ。そしてこの後は藤沢駅で千里飯店に行きました。最近サンマー麺がマイブームなのだ。そこにサンマー焼きそばってのを X で見かけてめっちゃ行きたかったのだ。ちょうどいい機会になったのだ。期待通りの大満足だったのだ。散々歩いてお腹を空かせた後だからね。ということで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。